こんにちは、あいです。今日は大きめの鉢を使ってお花がたくさん入った華やかな寄せ植えを作成したいと思います。これからの時期の草花選びの参考にしていただければと思います。ぜひ最後までご覧ください。今日使う鉢ですね、直径が28センチ、高さが30センチほどの鉢となります。直径が28センチですので、だいたい9号から10号ぐらいの鉢と思って、ご覧いただければいいかと思います。後方から背が高いもの、中くらいのもの、低いもの、そういった感じで選んでいくとバランスが取れます。このベージュの鉢に合わせて、アイボリーからピンクベージュ、そういった優しい色合いで組み合わせています。カラーリーフを間に入れてお花を引き立てていきます。こんな感じでバランスよく配置していこうと思います。それでは始めていきます。まず鉢底に穴が1箇所開いています。鉢底の穴の大きさに合わせてカットした鉢底ネットを敷きます。続いて鉢底石を入れます。大きい鉢を使う場合の注意点です。特に鉢に深さがある場合ですね、この中に全て土を入れてしまうと植物の根の量に対して土の量が多すぎてしまい、水はけが悪くなり根腐りをしてしまう、そういうことが起きます。ですので、大きめの鉢を使う場合は土の分量を調整する必要があります。ですので今回は深さがある鉢になりますので、だいたい下からこのぐらいですかね、7、8センチほど、この辺りまで鉢底石を入れます。普段よりも気持ち、多めの鉢底石の量になりますが、水はけを良くすること、そして土の量を調整するために、鉢底石を少し多めに入れておきます。では鉢底石を入れます。続いて草花用の培養土を入れます。植物によっては土を多めに落とすもの、それからあまり土を落とさず根を崩してはいけないもの、そういった違いがありますので、大体の量でいいですので、上から10センチほど下、このぐらいのあたりを目安に最初の土を入れておきます。それでは植物を植付けしていきます。まず、今日はですね、背が高いものから順番に、後ろの位置から入れていく予定です。まず最初に一番後ろの後方背が高い植物の、マーガレットですね、マーガレットを入れていきます。買ってきたもので黄色くなっている葉っぱがあるようでしたら、そういったものは植え付け前に、全て取り除いておきます。高温多湿が苦手な植物になるので、こういった無駄な、葉っぱがありますと病気や蒸れの原因になるので、そういったものは取るようにしておきます。内側などの混み合っている葉っぱも取り除いて、苗をきれいにしておきます。続いて根っこの具合ですね、結構ぐるっと曲がっています。このままだと根が成長しませんので、回っている根っこは切り取っておきます。結構根が太かったりして手で切ってしまうと苗を傷めてしまうような場合はハサミを使って切り落としていきます。続いて、肩のあたりですね、このあたりも根が結構張っていますので、根をほどいて柔らかくしておきます。内側にも手を入れて古い土を落としながら根を広げていくような感じです。こんな感じで、土を軽く落としている状態です。これを後方の位置に配置していきます。植物の配置は、だいたい仮置きになってくるんですけれども、置いた後ですね、横とか前とかいろんな角度から、その植物の配置がここで正しいか、そういったことを確認しながら配置していくと良いです。続いてマーガレットを囲むように背が高い植物を入れていきたいと思います。ライスフラワーという植物を2株使いたいと思います。オーストラリアの植物になります。6月ぐらいまで楽しめます。加湿が好きではありませんので、
お花が終わった頃ですね、梅雨の時期、バッサリと短めにカットして、夏越えをしていくようにします。それでは植物を配置していきます。その前に肩の土と、軽くですね、全体の土を落としてマーガレットの脇に入れるサイズにしておきますね。こんな感じで根っこが結構回っているので、またハサミとを使って切り取っておきます。それでは2株を配置していきます。まず1株目ですね。仮置きですね。この独特な色味の小花が、お花と結構相性いいんですよね。いろんなお花と相性がいいですので、あまり出回っていないかもしれないですけども、もし見つけたら、お花と組み合わせて、春から初夏に、使っていただければと思います。今日はお花を目立たせたいですので、なるべくその他の、カラーリーフとかそういったものは控えめの感じの色合い、そして大きさですね、そういったものに気をつけながら選んで、ライスフラワーを2株配置しますが、この時マーガレットを挟んで、平行にならないようにですね、少し位置をずらし気味で斜めな感じで、ずらしながら配置していくようにします。あまりこの鉢の幅ですね、幅からあまりこうはみ出るような感じのフォルムになってしまうと、まとまりがないというか、少し収まりが悪い感じになりますので、なるべくですね、この鉢から出過ぎない、例えばこういう向きで植え付けたりするとちょっとおかしな感じになってくるので、なるべくですね、お花がきれいに見えるように内側にお花が向いていくような、そんなイメージで配置していくといいかと思います。続いてもう1株背が高いものを入れていきます。今度はですね、ロホミルタス、という植物ですね。銅葉の綺麗なカラーリーフになります。今ですね、こんな感じで新芽が黄緑色をしていますけれども、紅葉したり、すみません、動画が切れてしまいましたので配置図のご案内となります。ロホミルタスをマーガレットの後方に配置します。続いて中くらいの背の高さの植物を入れていきます。今日はこの辺りに3株ですね、入れていきます。今日は八重丈のペチュニアを用意しています。蒸れの原因にならないように、下葉の古くなっている黄色い葉っぱ、こういったものはすべて手で取り除いておきます。茎が折れやすいところがありますので、葉っぱを取る際は茎を折らないように気をつけながら丁寧に行っていきます。内側の混み合っている葉っぱも手で届かない場合はハサミなどを利用してこういったものがグレーの原因になりますので、全て取り除いておきます。お花が終わると、こんな感じですね、くしゅっとして、下を向き始めますので、そういった場合は茎の根元の部分でカットして、花からはカットしていくようにします。中央の位置に入れたいんですけれども、若干手を下に入れて軽く苗を広げて準備しておきます。あまり崩しすぎてしまうと、傷んで枯れてしまう原因になりますので、軽く底の根をほどく程度で配置していきます。中くらいの植物になりますので、中央ぐらいのあたりに配置していきます。この時もバランスを見ながら、もし植物が下がっているようでしたら、土を追加して高さを上げてバランスを調整していきます。風入り葉がきれいな金魚草、フォレストマリアージュを入れていきます。金魚草なので、今この辺り薄くピンクになっているところ、これからお花が咲いてきます。お花の色はピンクから赤っぽい感じですね。そういった色味のお花になります。なかなかこう斑入りの金魚草ってないかと思うんですけれども、寄せの中ではカラーリーフ、そういったような感じでも使っていただくことが可能です。ポットから抜くと、内側ですね、混み合っている葉っぱが茶色くなっていたりしますので、取り除いてですね、きれいにして準備しておきます。軽く肩の土を落とします。葉っぱの向き、お花の向き、そういったものを確認しながら、ペチュニアの横のあたりですね、中央部分のペチュニアの横、そのあたりに配置していきます。まだ仮置きですので苗がべらついていますけれども、だいたい
こんな感じの配置になっています。続いて中央の位置、もう一株入れていきます。今度はヒューケラです。面が張っている植物になります。カラーリーフとして、全体の中でやや色を引き締める、アクセントカラー、そういったような役割で、入れていきたいと思います。苗はまだ柔らかくて根があまり張っていません。今回入れる場所がこのペチュニアの横ですね。このサイドに入れていきます。あまり大きく崩す必要はないんですけれども、この横に入る大きさに合わせて苗を崩していきます。この時根っこがあまり張っていませんので、優しく扱うようにします。はい、土を落としたものをそれでは配置していきます。マーガレットのちょっと手前ですね、ペチュニアの脇、そういった部分になってきます。今ここまで入れ終わって、後方の植物、そして中くらいの植物、そういった植物が入り終わったところです。苗の隙間の状況などを見ていきます。後ろから見るとこんな感じですね。そしてこの手前の部分に最後の2つを入れていきます。それでは最後の植物を2つ、今度は手前の植物ですね。手前に垂れ下がるものを2株入れていこうと思います。まずはカリブラコアを入れていきます。今度はですね、手前に入れるといっても、やや斜めな感じで倒して、この縁にかかるような感じをイメージして入れていこうと思います。この感じ、このようになっています。先ほどと同様ですね、まずは肩の土を落とし、下側の古くなっているものは植え付け前に取り除いておきます。この縁の部分に入れますので、ここにかかるような感じで苗の形を変形させていきます。まずは根っこが上がっていますので、根っこの内側に手を入れて古い土を取り除きます。あまり大きく崩してしまうと苗を傷める原因になりますので、落としすぎには気をつけて根っこを軽く広げて準備しておきます。カリブラコアは先端にどんどんお花をつける植物になります。ですので垂れ下がるようなイメージでお花の方向に気をつけながら植物を配置していきます。配置をしているうちに下がってきてしまう植物があった場合はまたですね、持ち上げて土を追加して高さを調整していきます。お花が埋もれたりかぶったりしないように土を追加しながら再び高さを調整していきます。続いて最後の植物です。ヘデラを入れていきます。ヘデラは通線の植物になります。今回はつるがかなり伸びているものを選んでいます。この脇の部分、ここが少し空いていますので、ヘデラを2つに分けてこの2箇所の位置に配置していきます。それでは株分けをしていきます。上から見ると株分けができる苗かどうかっていうのが分かります。つるが何本も入っているのが分かります。上から手を入れて、ざっくりですが2つに分けていきます。根っこをあまり切らないように気をつけながら苗を上下とか左右とか動かしながらゆっくり分けていきます。このような感じで2つに分けています。まずはつるが長いものをヒューケラの脇の部分から入れていきます。この場所から分けたもう一株はこの金魚草の横、ライスフラワーと金魚草の間から入れていきます。つるもの木はですね、鉢に垂れ下がるように入れたり、あとはですね、植物に絡ませるような感じで入れたりしながら、お花を引き立てるような感じで配置していければいいかと思います。それでは最後、全体的に形を整えながら、しっかりと土を追加していきます。まずは苗と苗の隙間ですね。土がしっかり入っていることを確認しながら入れていくようにします。内側の部分も、見えにくい部分ですが、苗と苗の隙間はしっかりと間が空かないように土を入れておくようにします。株分けをしているところは特に念入りですね。植物の位置を最終的に調整しながら
最後の土をしっかりと入れていくようにします。指を入れても苗がグラグラしなくなるまで土入れができたら、完成になります。土入れが終わったら完成です。今日使用したお花は、いずれも秋まで長く楽しむことができます。伸びてきたらカットしたり、また、切り戻しの作業をすることによって長く楽しむことができます。それぞれのお花の特徴を生かして、ぜひ、秋まで長く楽しんでいただければと思います。過去の動画にも、それぞれのお花の特徴を、動画にしてあげていますので、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。それでは本日もご覧くださりありがとうございます。